はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンイチです。今回はですね、宮本照さんの作品をですね、また読んだので、こちらを紹介していこうかなと思います。今回紹介するのが、蛍川と泥の川っていう、作品でですね、宮本照さんは、川の三部作って言われている作品があるんですよ。それがですね、この2つと、もう1個、道頓堀川っていう作品があるんですね。この3つの作品で、川の三部作って言われてるんですけども、今回はですね、そのうちの2つ、蛍川と泥の川について紹介していこうかなと思います。今回ですね、この2つの作品をね、紹介していくにあたって、焦点となるのがですね、なんでこの2つの川の作品が、同じ本に収録されているのかってことについて、そこにね、焦点を当ててお話ししていこうかなと思います。あとですね、ちょっと余談を入れますと、このね、蛍川もですね、泥の川もどちらも賞を受賞している作品なんですけども、これね、驚くべきことに、この泥の川がですね、宮本照さんのデビュー作なんですね。デビュー作にして、太宰治賞を取って、でさらにその翌年には、蛍川で、芥川賞を取るっていうぐらいの、デビュー作とそのデビューのその次の作品でどっちも賞を取るっていう、すごい作品なんですけども、これはね、本当に納得できるぐらいに、とてもね、完成度が高いんです。さらに言うとですね、これ一つの文庫本に収められてるんですけども、泥の川を読んで、蛍川を読むと、このね、蛍川の良さっていうのがすごいね、味が出てきてですね、蛍川読んでる時に、泥の川のことも思い出されるってことで、結構ね、すごいこの2つの作品はね、続けて読むことをね、本当にお勧めしたい作品ですね。で、なんでですね、この2つの作品続けて読んだ方がいいかっていうとですね、この2つの作品でですね、宮本照さんが、題材にしたものとしてはですね、生と死についてですね、そこら辺を題材にしてる作品なんですよ。で、先に言っちゃいますとね、泥の川の方で、死を、結構ね、特徴的に描かれてて、で、蛍川の方で、生なんですけども、実はですね、蛍川の方でも、身近な人が死ぬんですよ。父親が死んだり、親友が事故死したりするんですけども、その中でも、生、新しい命に、希望を託すような、そういう描写があってですね、そこら辺がね、読んでてね、結構印象的でしたね。で、この2つのね、作品の紹介に行くんですけども、泥の川の方でですね、僕が結構印象に残った、フレーズとしてはですね、さっき言った死をね、題材にしてるわけなんですけども、このね、時代はですね、どちらもそうなんですけども、どちらも戦後の話なんですよ。戦後に、まだね、貧しい生活の中で、それでも一生懸命ね、日本を再興しようとして頑張ってる人の中でも、その中にもですね、その死っていうのが隣り合わせにあるっていう状況をですね、現実的なことをですね、しっかり描いた作品だなと思います。どういうことかっていうとですね、その戦後なんで戦争を経験してきた人たちが戻ってくるわけですね。で、その戦争で、視線を、くぐり抜けてきた人たちっていうのが、案外ですね、あっさり死んじゃうっていう、描写、作中のセリフを使っちゃうと、死ぬ時っていうのは案外、スカみたいな死に方をするもんやっていう風に描かれてるんですけども、スカみたいなっていうのは、そんな大したことないっていうとすごい失礼ですけども、視線をくぐり抜けてきた人にしたら、その銃で撃たれて死ぬとか、あとは戦争で、名誉ある死に方をするんじゃなくて、例えば1.5メートルぐらいの崖からですね、足を踏み外して、その1.5メートルが落ちただけで、死んじゃったっていう風な感じで、あとはですね、馬車をですね、馬車を引いてる商人がですね、坂道、橋なんですけども、すごい急斜面の橋がありまして、その橋をですね、登ってる時に、前で馬が引いてる。で、後ろで、商人が荷車をですね、押してるような状態の時に、あとちょっとっていうところで、馬の方がちょっと力が抜けてしまって、ずるっと滑っちゃうんですね。それで、荷車がそのまま降りてきちゃって、商人が引かれちゃうっていう風な、そういう風な、ちょっとむごたらしい死に方をするんですけども、そんな感じですね。その毎日毎日頑張ってきた人が、ある時、もう本当に、一瞬の出来事で死んでしまうっていう風な描かれてて、その常にですね、一生懸命頑張っているんだけども、でも常に死は隣り合わせにあるっていうのをですね、結構、現実的に描いた作品かなと思います。で、対して蛍川の方なんですけども、このね、蛍川、蛍っていう風に描かれているようにですね、蛍の光がですね、結構、キーポイントとなってくるところなんですけども、この蛍の光が何に例えられてるかっていうと、これは完全な僕の推測ですけども、やっぱり新しい命とか、そういう希望をですね、モチーフにしているような、それを表してるんじゃないかなと思いまして、作品の内容としてはですね、蛍がですね、交尾をし始める、光を発しながら交尾をし始める秋に入る前の時期に、蛍を見に行くっていう話なんですけども、その時のね、描写の中にもね、結構印象に残るものがありまして、それがですね、蛍が、一斉にですね、光を発しながら、バーって飛んでいく様を見て、この蛍の光を見て、その
いつ果てるともない点滅の繰り返しが何万何十万と身を寄せ合って、今切なくわびしい一回の生命を形作っていたっていう風に書かれていて、このね、いつ果てるともないっていう表現がね、あとはその、今切なくわびしい一回の生命っていう風に描かれてるんですけども、ここら辺がね、結構本当にね、先ほどの泥の川っていうのと対比して書かれてるところでして、新しい生命を形作ってる最中においても、やっぱりその側面にはですね、そのすぐ隣には死っていうのものがあるんですよ。つまりね、希望はあるし、新しい生命でね、新しい未来があるんだけども、でもその光もいつ果てるともわかんない。もしかしたら明日果てちゃうかもしれないっていう風なことを、描いてるのがね、すごい印象的だったんですよ。で、そこら辺がね、わかるエピソードをね、ちょっとだけ紹介すると、主人公が、子供なんですけども、子供のですね、お父さんが死んじゃうんですね。病死で死んじゃうと。そのね、お父さんが借金を残して死んじゃったんですね。で、その借金の工面をしなきゃいけないってことで、父さんが残した手形をですね、持ってって、そのお金に変えてくれるように、その戦前世話になった人に頼みに行くんですよ。で、その時にですね、もともとは母親が手形を持って、そのお金を工面してくれる人に、大森さんっていう方にですね、母親がそこの人に会ってお願いしようとしたらですね、大森さんの方から、お子さんに、その手形を持たせて、持っていきなさいと。で、さらに一人で、お子さん一人で来させなさいっていう風に言って、子供がですね、しぶしぶそれを了承して、お金をもらいに行くっていうためだけに行くんですね。それね、もう大森さんはね、なんでそういうことをさせたかっていうと、その大森さんの家に到着した時に、大森さんはね、すごい寛大に歓迎してくれるんですね。よく来たって言って、席に案内されて、で、向かい合ってですね、父さんによく似てるって言って、その子供を可愛がるわけなんですよ。で、その時に、子供としてはですね、何を話していいか分かんないから、とりあえず手形をですね、パッて出すんですね。そしたらですね、大森さんの方はそれを断るんですね。それはお金にならないから、それは大事に持って持ち帰りなさいっていう風に言うんですよ。多分実際にはですね、お金になるはずなんですけども、大森さんはそれを受け取ろうとはしないんですよ。受け取らずに、それはもう持って帰りなさいって言って、お金だったら工面してあげるからって言って、その子供に対してですね、無利子で無期限で貸すんですよ。で、子供の方はですね、大人になってから返してもいいですかっていう風に聞くんですけども、大森さんはもうそれで全然構わないと。いつだっていいと。いつかお金ができたら返しに来いっていう風な感じで、無利子無期限で、子供にお金を貸すわけなんですね。やっぱりね、そこら辺の描写からもわかるように、子供に対してですね、希望を託してるわけなんですね。いつか大森さんに恩返ししてくれたらいいなっていう風な気持ちで貸すんじゃなくて、別に帰ってこなくてもいいから、子供はですね、一人前の大人になってほしいっていう思いを込めて貸すわけなんですよ。やっぱりその大きな借金を抱えた母親一人、息子一人の二人、その状態ですね、貧しい生活の中で、子供が悪い方向に行かないように、借金を工面してあげて、子供がですね、一人前に育つようにっていう思いを込めて、無利子無期限でお金を貸してあげるっていうシーンがですね、あるんですよ。でもさっきのね、ホタルの話に戻るとですね、やっぱり、希望ではあるんだけども、でも本当にいつ果てるともわかんない。その子供が、無事大きくなるとも限らない状況なんですよ。そういうのが往々にしてある、現実世界において、でも、それでもいいから、とりあえず今お金を工面するっていう風にお金を貸してくれるわけなんですね。やっぱりね、生きてるっていう以上は死がね、常に隣り合わせになるんですよ。それは別にいつ本当にいつ果てるともわからないと。中でも今一生懸命輝きながらね、光を発しながら一生懸命頑張ってるっていう姿があるわけなんですよ。やはりそれを見た、人としてはやっぱりそこにね、思いを託さずにいられないわけなんですね。なのでね、本当にね、そこら辺のね、描写がね、すごい、もうまざまざと、想像できて、かつですね、やっぱりその、さっき言った、蛍川を読んでる時に、泥の川のことが思い起こされるんですね。本当に人がいつ死ぬともわかんないと。最後はスカみたいな死に方をするっていうのが頭にある状態で、その子供がね、大きく本当になっていけるのか、蛍が光を発しながら、交尾をしているのを見ながらですね、新しい生命で新しい希望みたいなものがですね、しっかりそれがね、叶っていくのかどうかっていうのは、すごい不安なわけなんですよ。でもやっぱりそういう中でも生きていく、一生懸命生きていくっていう人々のね、姿を描いた作品でありまして、本当にその生きるっていうことと、死ぬっていうことをですね、しっかりその両方の面を同時に考えさせられる、すごいいい作品かなと思います。なので皆さんもですね、この泥の川と蛍川を読むときは、ぜひですね、泥の川から読んでみてほしいと思います。これね、タイトルはね、蛍川からになってるんですけども、収録順はですね、泥の川の方からになってるんですよ。で、このね、収録順通りにね、読んでほしいなと思います。そうするとね、本当に蛍川を読んでる時にも、常にね、その死のことが頭に思い浮かぶんですよ。でもこれっていうのは別にその重々しく書いてるわけじゃなくて、やっぱりね、これが現実世界なんですよね。現実にも本当に明日死ぬともわからないっていう、そういう状況。別に
昔の時代だから戦後だからっていうわけじゃなくて今の時代でもそういうわけなんですけども、でもその中でもやっぱその人々は一生懸命生きてるし、未来にね希望を持って生きてるっていう姿をね、もうなんていうんですかね、美しく、本当にね美しいんですよね。人々が一生懸命生きてる姿っていう、それだけでそういうのをね感じられるすごいいい作品だったなと思います。ぜひですね、興味のある方はですね読んでみてほしいと思います。はい。ではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。